皆さんこんにちは、石野果歩です。今回は検証、使う筆によって字のうまさは変わるのかという実験をやっていきたいと思います。実際皆さんからよくいただく質問の中で、初心者なんですけどどの筆選べばいいでしょうかとか、全書体書きこなせる筆ってどれになりますかみたいな感じでご質問いただくことが多いです。なので今日は実際に皆さんに書いてお見せしながら、この筆を使うとこういうのが得意ですよとか、この筆使うと実は楷書がめちゃくちゃ気持ちよく書けて初心者の方でも楽しく練習できますとか、そういったことをご案内できればなというふうに思います。今日の動画をご覧いただくことによって自分がどの筆を選べばいいのかっていうのも分かるようになりますし、実際にそういう筆を手に取って練習いただくことによって今までよりも上達のスピードが上がったりとか、自分自身楽しく練習できることによってモチベーションにつながったりとかっていうことに実際になっていくと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。大事なこと言い忘れてました。今回検証させていただく筆は皆さんが一番書く機会が多いと思う漢字用に特化して紹介させていただきます。筆には漢字用とか仮名用とか、大きさも小筆とか中くらいの筆、大きい筆とかありますよね。多分皆さん練習で一番使う半紙練習ですね、よく使うであろうこのぐらいの大きさの筆を、実際に検証していきたいなと思います。で、使う筆って何でもいいかなって、いろんな種類があればいいかなと思ってたんですけど、それだとちょっとメーカーさんによっても筆の作り方違ったりとか、大きさの感じも全然違ったりとかするので、今回はあえて統一感っていう意味でうちのオンラインショップで扱っている4種類を参考までにご用意させていただきましたので、こちらでやらせていただきたいと思います。はい、じゃあ実際に検証を行っていきましょう。まず最初に使っていくのは学生用の光明書です。でこちらはちょっと学生用に作ったっていうこともありますので、毛は固めに仕上げてるかなという感じです。ちょっと実際に線という文字を書いてみます。なるほど、こうなるんだ。なるほど。でも全然いけるな、すごい。でもここがどうなるか心配。そう出るんだ。意外と普通に出たな。なるほど、こういう感じか。 OK、 じゃあこれ一回置いてきます。じゃあ続いて下水。これは漢字用の中上級者向けっていう感じですかね。少し方短く仕上げてます。作品用かな。普段使いでも全然いいんですけど、柔らかい感じで仕上がってる筆です。ちょっと書いてみます。これで線、貯水量のこれ線だからな、ちょっと柔らかいのは得意なのかもしれない。いきます。おっと、いいね。もうやばい。もう大好き。はい、安心。いいですね。いい感じ、いい感じ。よし、次。一応上級者向けて販売しているもの、精神ですね。上腹、この半紙だけにとどまらず大きい作品とかも描けちゃう筆なので、結構毛の量も使ってますし、穂の長さもかなりあります。たくさんの文字をつなげて5、6文字つなげて書けるぐらい、この墨含みっていうのも実現してる筆なんですけど、これでちょっと書いてみますね。どうかな。いいね、すごいいい感じ。なるほど。なるほど、すごい。こうなるのか。めっちゃくちゃいいじゃんこれ。力強さも出せる系だな。柔らかいのに力強さ系も出せる系だ。で次ちょっと最後ですね、4種類目。これはまだ実は販売すらしてない。もう本当にこれ工芸って言って初心者向けに作った筆なので、さあどんなもんかな。実力のほどは結構長いですよ。さっきの精神よりは毛の量少なめ。いくよ。はい、なるほど。いや、品いいな。品よく仕上がる。これやばい。これ品いい。そういうこと。やばい。線の奥行きちゃんとかも結構出せちゃうみたいな感じか。すごいいいわ。これもすごいです。はい、それでは書き上がったものを実際に比較していきましょう。まず左上の光明書って書いたものから見ていきましょう。学童用の大筆ということもあって馬の毛を使っています。馬の毛を使っているのが一番の特徴です。馬の毛ってどういう特性があるのかっていうと、ものすごくコシが強いです。ちょっと実際に手に取ってみると、このコシの強さってブスって本当に刺さってくるぐらいコシが強いんですよ。完全に刺さりますね。チクチクと痛
痛いです。痛いまでは思ったけれども、そんな感じでちょっと硬いって思ってください。なので弾力はものすごくありますし、大きい字を書いたりとか太い線を書くのは得意なんですけれども、苦手分野もあります。それは何かっていうと、墨持ち、墨含みの点で言うと、割と馬は墨がすぐに降りてきやすいのかなと思いますので、書いた時の表情を見てみると、例えば1、2画目の収筆の表情を見てみてください。ちょっとにじんでる感じ分かります？これ学生用の半紙でにじみ止め入ったものを使えばこういうことにはならないんですけど、今回あえて大人用の高級半紙を使っておりますので、にじみがちゃんと出る半紙なんですね。でそれで書いたので、収筆横画ちょっと終えた時に若干じわってにじんでます。これが馬毛の特徴だと思ってください。早く書いてる時はそれなりにいい感じに墨降りてきてくれるんですけれども、止まった時にパッていきやすいので、普通のにじむ半紙に書いた場合にはこのようにはっきりとにじみが出てしまうというのが、これの筆の特徴かなというふうに思います。今回私のオンラインショップで扱っている孔明という筆を使ってお見せしましたけれども、馬の毛だけを用いた筆はだいたいこのような感じなので、小学生は馬の毛使ってるのが多いですけれども、使う半紙もにじみ止めがしっかり入ったつるっとした半紙使ってることが多いですよね。なので馬の毛を使う時には、お子さんだったらもう少しつるっとした紙の普通に機械式のものを選んでいただければいいと思いますし、で大人の方が馬毛を使う場合にはもちろんにじむ半紙使っていただいていいんですけれども、その時にはより作品的な表現を求めるような筆になるかなと思いますので、馬毛は好みが分かれるかなと思います。お好きな方はぜひ使ってみてください。はい、続いて加水を使って描いた線を見ていきましょう。加水は先ほどの光明と違って羊毛だけでできています。さっきの光明は馬毛だけでしたよね。それとは全く正反対の毛質のものと思っていただいていいです。羊毛はじゃあ実際に指に当ててみましょうか。もうちゃんと毛が指に当たった瞬間に曲がるんですよね。つまり毛質が柔らかいということです。羊毛は毛質が柔らかい。しかも墨含みがめちゃくちゃいいんです。なんでかっていうと、毛一本一本が細いので。馬毛で使ってるこの毛量見てくださいね。この加水で使ってる毛量、こっちの方が圧倒的に多く感じるじゃないですか。なんとなくわかります？ピンボケしてるな。こっちの方が毛の量たくさん使ってるように見えるじゃないですか。多分でも毛の本数で言うと一緒ぐらいかもしれない。なんでかっていうと、馬毛って一本一本太いんですよ。でも羊毛は一本一本が細いので、同じ毛の本数使っててもこっちの方がシュッて仕上がる。ちょっと小さめに仕上がるっていう感じで、一本一本細いっていうことは何が言えるかっていうと、一本一本の間に水分が固定されてなかなか降りてきづらいみたいな。だから墨持ちがいいんです。馬は一本一本太いから、その中に含まれる水分もすぐ降りてきやすいんですよ。言ってる意味伝わりますかね。そんな感じ。はい、続いて精神で描いた線を見ていきましょう。左下のものになります。今まで描いてきたものと全然表情違うなと思いません？キリッとした力強さが加わるというか、これってなんでなんでしょう？どうしてキリッとできたんでしょう？これの秘密は、実は最初にお見せした馬毛の力強さ、毛の弾力と、2度目にお見せした羊毛の筆の墨含み、両方を得た筆だからなんです。馬、羊毛合体させた筆がこれ。天毛筆っていう風に一般的に呼ばれます。馬だけのは剛毛とか、羊毛だけのは重毛とか。これは剣毛ですね。覚えておいてください。で、この剣毛質っていうのがもしかしたら一番初心者に書きやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。ただこれは結構長方気味っていうか、穂も長いし、もしかしたら難しく感じるかもしれないんですけれども、基本的に剣毛質を選んでおくと割と何でもこなせるのかなっていうような印象です。で、実際に左下の線を見ていただいても、太い細いの表情とかめちゃくちゃ豊かだと思いません？ちゃんと今までよりも太い細い出てますよね。2画目で比較してみると、気筆のこの入りの力強さ、それから収筆も見てください。こんなに力強く押さえが入ってるのに1ミリもにじんでないと思いませんか？これが馬と羊毛を混ぜた時の成果なんですね。ですから基本的に書道の参考書とかで初心者にお勧めされてるのは、基本的に剣毛筆というのはこういう理由からなんです。
これ実はめちゃくちゃたくさんの毛使ってて、穂も長いので墨持ちもいいし、半紙より大きい作品描くの方がもしかしたらこの筆すごいって思いやすいかもしれない。普通より大きめ、一般的な基準がこのぐらいだと思うんですよ。多分書道用品店さんとかによく置いてあるサイズよりもほんの少しなんですけど、一回り大きめなので、様々な作品作りにも向いているかなっていうのが、この精神の特徴かなというふうに思います。実際迫力的にも一番4枚の中で出せたんじゃないかなっていう感じですね。ぜひ参考にしてみてください。はい、じゃあ続いて4パターン目は光源を使って描いたもの。こちらです。右下のものですね。これすごかったんですよ。精神と同じ剣毛質、馬と羊毛どっちも混ぜて使いやすさだけあって、筆の弾力も良かったし、こう書き進める時の滑らかさってやっぱ感動しましたね。書いた時に書き上がった線とかもどうですよ。これなんか生き生き感が一番出てるっぽくないですか？一つ目のこの左上、右上、左下のもの比べてみてください。右下に来てるこの光源で書いたやつ、なんか横角のこの動き出しそうな感じ一番出ましたよね。これ自分でもびっくり。置いた時にすごいうわって帰ってきたので、うおーって思いました。まあ精神でももちろんその弾力の凄さっていうのを感じたんですけれども、また精神とは違った表情の線が出ましたよね。これって精神との違い出たのなんでだと思います？どっちも馬と羊毛使ってんです。程よい具合に混ぜてるんですよね。実はこれ毛の量の問題です。力強く出た精神の方、左下のものなんですけれども、割とがっつりすごい毛量使ってんですよ。これ原料が多い。それに比べるとこれ3分の2ぐらいに落としてるかなと思うんですよね。そもそも毛の量少なめみたいな。なのでこう毛の量多いとやっぱそれだけ太さにつながったり力強さにつながったりとかしますし、こういう風にこう細めに作られているものだとちょっと繊細な感じとか優美な感じとかが出てくるっていうことですね。なので自分はちょっとスッキリした感じが好きだなとかっていう方は剣毛のちょい細選んでいただければいいと思いますし、力強い感じでガーンってインパクトのあるのが好みなんですよねっていう方は剣毛の割と毛量多めとかを使ってみるとすごくいいんじゃないかなっていう風に4つ比較して思いました。で、うまさに関してなんですけど、どうです？皆さん4種類比べてみて下手に感じるものありますか？私は実際に4つ自分で書き上げてみて、書いてる時の実感としてはどれも気持ちよくは書けました。全部いいんだけど特別めっちゃいいみたいな、もうこれダントツでみんなにおすすめしたいみたいなものも、特になかったかなみたいな。それぞれの好みによって全部いけるなっていう風なのが、実感としてありました。好みのものがあればそういった筆をぜひ探してみてください。はい、ということで使う筆によって字のうまさは変わるのかという検証でしたが、結果字の形とか線とかはどれもうまく描けます。どんな筆を選んだとしても安価なものから高価なものまでありますし、使ってるその主原料の価格帯とかもばらつきが今回結構あったんですけど、どれ使ってもうまく描けることは描けます。それは分かりました。ただ線質全然違いましたよね。あ、そうか、馬使ってるとこういう特性があってこういう線が出るんだ、羊毛使ってるとこんな線が出るんだっていうのが今日の動画でなんとなく分かってきたかなというふうに思います。で、馬と羊毛を合体させるとこの線になるっていうことも皆さん今日で理解できたんじゃないかなというふうに思います。なのでぜひですね、今後筆選びするときに参考にしていただけると今まで以上に楽しく書道の練習取り組めたりとか、あとは書道用品店さんなんかに足を運んだ時にも筆が自分自身で選べるようになったりとかっていうことでつながっていくかなと思いますので、ぜひ今日の動画参考にしていただけると嬉しいです。もし今日の動画いいなと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。高穂先生の書道学校では書道初心者やこれから書道を始めようと思ってらっしゃる方向けに役に立つ情報を発信しておりますので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。今日の動画の感想もコメント欄にお待ちしております。それでは今日もありがとうございました。さようなら。